ちょっと想像してみてほしいんですけど、はい。年間の売上高の成長率がプラス 0.4%。グラフにすると見事なまでの横ばいですよね。そうですね。見事な一直線という感じです。ですよね。もしあなたが、リスナーのあなたがですよ、株のスクリーニングツールでこの数字だけを見たらどう思いますか？普通なら成長が止まった企業だなと。そうなんですよ。成長が止まったと判断して、すぐに次の銘柄へ移っちゃうと思うんです。でも、もしその横ばいの数字がですね、ええ。現在進行形で起きている AI セクターの最も過激な成長軌道を覆い隠している巨大なブラインドだとしたら、どうでしょうか？いや、そこが表層的な数字の恐ろしいところですよね。本当にそうですよね。私たちはどうしても決算発表といういわば体重計に乗って今日の体重に一喜一憂しがちじゃないですか。わかります。数字が全てだと思っちゃうというか。でも、こと半導体業界の最先端においてはですね、今の数字っていうのは現在の実力をほとんど反映していないんですよ。なるほど。ということで、今回のディープダイブのミッションは、まさにその情報の罠を抜け出すことです。はい。今回取り上げる情報源は、レーザーテック証券コード6920の2026年6月期第3四半期決算分析のレポートです。非常に興味深い内容でしたね。リスナーのあなたが企業の表面的な現在の売上に惑わされず、半導体業界の真の実力と未来のうねりを読み解くスキルを手に入れる。そんなディスカッションにしていきましょう。よろしくお願いします。さて、レーザーテックといえばですね、最先端の AI チップ製造に不可欠な EUV マスク血管検査装置で圧倒的なシェアを持つ企業ですよね。はい。ほぼ独占状態と言っていいレベルですね。ただ、今回の決算の最大のパラドックスというか矛盾なんですけど、そこは面白いポイントですよね。これ、街のレストランに例えるとすごくわかりやすくて、レストランですか？今、店内はお客さんがいなくてガラガラなのに、裏のバックヤードには向こう3年間の世界中の VIP からの予約で、パンパンに埋まりきった予約台帳が置かれているような、そんな状態ですよね。その予約台帳のアナロジーはすごく的確ですね。実際のレーザーテックの帳簿へと視点を移すと、なぜ彼らがそこまで強気なのかがはっきりと見えてきます。ということは、やっぱり見るべきポイントが違うと。そうなんです。投資家が本当に見るべきは今の店内のお客さんの数ではなくて、まさにその予約の量、つまり受注の数字なんですよ。受注ですね。今回の決算では通期の受注見通しが従来の1700億円から2200億円だったものから、2000億円から2400億円へと大幅に下方修正されました。下限で300億円、上限で200億円の引き上げですよね。その通りです。売上が横ばいなのに未来の注文は数百億円単位でドーンと跳ね上がっているわけです。いやー、ここでリスナーのあなたも疑問に思うはずなんですよ。売上が1695億円で横ばいなのに、なぜ未来の注文だけがそんなに積み上がっているのか。そもそも四半期の売上になぜその大盛況ぶりが反映されないんでしょうか。それを理解するにはですね、彼らのビジネスモデルの時間軸を把握する必要があるんです。時間軸ですか？はい。レーザーテックが手掛ける EUV マスク検査装置っていうのは、今日 Amazon で注文して明日届くような、そういう製品じゃないんですよ。1台数十億円もする超精密機器ですからね。そうなんです。注文を受けてから顧客の工場で実際に稼働するまでに、だいたい2年から3年という非常に長いリードタイムがかかるんです。2、3年、それは長いですね。つまりですね、今発表されている1695億円という売上は、今この瞬間の需要の熱狂を表しているんじゃなくて、実は2023年から2024年頃の受注環境がようやく納品という形でキャッシュに変わった。なるほど。いわば過去の答え合わせに過ぎないんですよ。ちょっと待ってください。レポートを読むと、この装置は単価があまりに巨大なため、納品の時期がたった数ヶ月ずれるだけで、四半期の業績が平気で何百億円もブレてしまうってありますよね。はい、事実としてそういう性質を持っています。だとしたら、3ヶ月ごとの決算発表で、今期は売上が下がりましたとか上がりましたって大騒ぎすること自体、この企業を評価する上では、全くのナンセンスということになりませんか？いや、本当に鋭い指摘です。むしろですね、そのボラテリティの高さ、変動の大きさこそが、この企業が提供している付加価値の異常さを示していると言えるんです。付加価値の異常さ？
一つの製品のスケジュールのズレが企業の決算全体を大きく揺るがせるしまう。これって裏を返せば、たった1台の装置がそれだけ莫大な利益を生み出す超高単価なビジネスをしている証拠なんですよ。なるほど。安物を大量に売っているわけではないからこそ、1台のインパクトがでかいと。そういうことです。だからこそ、表面上の売上のブレではなくて、予約台帳である受注残のトレンドを冷静に見据える姿勢が求められるわけです。いやー、面白いですね。では、なぜ今その予約台帳に顧客が殺到しているのか。はい。この具体的な背景に踏み込んでみましょう。千堂田社長はですね、AI サーバー向け投資が想定より早く顧客の発注行動を動かしていると発言しています。非常に重要な発言ですね。具体的には HBM 向けの投資が加速していると。これニュースでよく聞く単語ですけど、物理的なメカニズムとしてなぜ AI ブームがレーザーテックの検査装置の注文を爆増させるんでしょうか。そこはすごく大事なポイントです。HBM、つまりハイバンドウィスメモリーなんですけど、はい、高帯域メモリですね。これ単に計算が速いメモリーというわけじゃないんですよ。構造そのものが根本的に違うんです。どう違うんですか？従来のメモリが、平屋の住宅地だとすれば、平屋の住宅地。HBM は超高層ビルなんです。チップを何層も垂直に積み重ねて、そこに微細な穴を開けて貫通させる。穴を開けてつなぐんですね。はい。それでデータを一瞬でやり取りするという、ものすごく複雑な 3D 構造を持っています。平屋から高層ビルへ。当然設計図も信じられないくらい複雑になりますよね。そして、レーザーテックが検査するのは、まさにそのチップを製造するための EUV マスクというマスターとなる設計図、つまり原版なんですよ。その原版の検査。はい。回路の幅はすでに数ナノメートルという、もう極限の世界に突入しています。もしこのマスターの設計図にですね、はい、髪の毛の何千分の1というサイズのホコリが一つでも付着していたり、パターンの歪みがあったりすると。どうなるんですか？それが何千万個というチップすべてにスタンプのようにそのまま転写されてしまって、全部不良品になる。つまり全滅します。全滅ですか。それは恐ろしいですね。だからこそ、事前の検査が文字通り命綱になるわけです。なるほど。例えるなら、月まで届く高さに積み上げられた膨大な設計図の束の中から、しかも動いている状態のまま、たった一つの誤字をミリ秒単位で探し出すような、そんな途方もない作業なんです。それは想像を絶しますね。AI の進化によって、HBM のような複雑なチップが求められれば求められるほど、この絶対にミスが許されない設計図の検査に対する需要が指数関数的に爆発する、そういう構造になっているんです。なるほど、よくわかりました。物理的なチップの構造が 3D 化して複雑になるからこそ、検査のハードルが極端に上がり、結果として彼らの独壇場になるわけですね。全くその通りです。そしてここで今回の決算における最大の爆弾情報について触れたいんですが。はい。次世代機の話ですね。そうです。次世代 EUV マスク検査装置、アクティス A200 ハイ T。これが複数の顧客から評価用 PO、つまり使用注文を受領したとあります。大きなニュースでした。これ、ビジネスの文脈で考えると異常事態ですよね。と言いますと？だって、まだ量産されていない、しかも現行機よりさらに何十億円も高いであろう次世代機に対して、複数の企業がとりあえずさせてくれってグムがってるわけじゃないですか。確かにそう見えますね。これってまだ飛んだこともない、絶対に失敗できない新型ロケットのエンジンを複数の国がうちのロケットでテストさせてくれって奪い合っているような状況ですよね。すごすぎませんか？いや、その興奮はよくわかるんですよ。ただ、投資家としては少し冷静になる必要があります。冷静に？ですか。確かに数ある次世代の半導体製造プロセスにおいて、この A200 ハイ T がデファクトスタンダード、つまり業界標準機の最有力候補として強く期待されている、その決定的な証拠ではあります。はい。しかしですね、評価用 PO というのはあくまで技術検証の段階に過ぎないんです。まだテスト中だと。そうなんです。顧客の工場に実際に持ち込んで、本当に彼らが求める極限のスペックが出るのかどうかという極めて厳しいテストが行われるわけです。なるほど。テスト飛行中に墜落するリスクもあるということですね。もし求めている性能が出なかったらどうなるんですか？最悪の場合、量産採用の時期が大幅にずれ込むか、
キャンセルされるリスクすらあります。キャンセル。それは痛いですね。そしてここが厄介なところなんですが、この A200 ハイティは単価が劇的に高いため、ビジネス全体に占める A200 ハイティへの依存度がかつてないほど深まることになります。さっき言っていた1台のズレが決算を揺るがすっていう話のスケールがさらにでかくなるわけですね。まさにそれです。この次世代機への移行期においては、その業績変動リスク、つまりボラティリティが過去最大クラスに膨れ上がる。その覚悟を持たなければならないんです。リターンが規格外なら当然リスクも規格外になるわけですね。そういうトレードオフです。さて、この巨大な次世代機をめぐる争奪戦ですが、地図を広げてみると驚くべき地政学的な偏りがあることがわかります。地域別データですね。はい。レポートのデータを見てください。半導体の絶対的王者である TSMC を要する台湾向けの売上が、前年同期比でなんとマイナス 43.8% と激減しているんです。かなりのマイナスですよね。一方で、韓国向けがプラス 69.3% と急進している。これも極端な数字です。パッと見ると、これって台湾の半導体産業が失速して韓国に覇権が移ったのかってすら思える極端な数字なんですが。直感的にはやっぱりそう見えますよね。しかしその解釈は少し危険なんですよ。と言えますと？台湾向けの 44% 減という数字の裏には、ベース効果というからくりがあるんです。ベース効果？実は前の年の同じ時期にですね、台湾向けに極めて大型の案件の出荷が集中していたんです。なるほど。つまり、前年が異常に高すぎたことによる反動減であって、台湾の構造的な需要縮小を意味するものでは決してないんです。なるほど。前の年が150点だったから、今年100点でも50点も下がったぞって大騒ぎしているようなものですね。全くその通りです。良い例えですね。では、韓国のプラス 69% の急進はどう解釈すべきですか？ここに先ほどの HBM の話がつながってくるんですよ。高層ビルのメモリですね。韓国にはサムスンエレクトロニクスや SK ハイニクスといった HBM 市場を牽引する巨大メモリメーカーが存在します。はい。彼らが AI サーバー向けの需要を捉えるために先を争って莫大な投資を前倒ししている。その結果がこの韓国向けの急進にダイレクトに現れているんです。なるほど。これをより大きな視点で捉えると、実は非常にポジティブな構造変化が見えてきます。リスクの分散ということですか？その通りです。これまでレーザーテックは特定の巨大顧客、特定の地域への依存度が非常に高いことがリスクとして指摘されてきました。台湾一極集中みたいなイメージがありましたもんね。しかし AI という新しいマグマが韓国のメモリ市場を強く押し上げたことで、単一地域、単一顧客への集中リスクが自然と分散されつつあるんです。それは企業としてはかなり健全な方向ですね。ただ、地政学的な文脈でもう一つ押さえておくべきなのは、千堂田社長も言及している中国向けの輸出規制の拡大リスクです。アメリカの規制ですね。現状、レーザーテックの中国向け売上比率は約6から 7% と限定的ではあるんですが、米中対立によるルール変更がサプライチェーン全体にどう波及するかは客観的な視点で注視し続ける必要があります。政治的な意図がどうであれ、貿易のルールが変われば数字には必ず影響が出ますからね。避けられない要素です。リスナーのあなたはどう読み解きますか？この台湾と韓国の数字のシーソーゲームは単なるタイミングのズレなのか、それとも次世代 AI 覇権をめぐる地殻変動の始まりなのか、ぜひご自身の仮説を立ててみてください。面白いテーマだと思います。さて、ここまでは未来への注文と世界のどこが買っているかを見てきました。最後に目を向けたいのは足元の財務体制、つまり今まさに工場で何が起きているかという企業の基盤です。財務の状況ですね。ここで私が一番引っかかった数字があるんです。バランスシート上の棚卸資産です。棚卸資産、在庫ですね。これがなんと1644億円という途方もない高水準を維持しているんですよ。すごい金額ですよね。テック業界のハードウェアといえば半年で陳腐化する世界じゃないですか。一般的にはそうですね。そんな世界で1600億円分ものの在庫が倉庫に眠っているなんて、これ巨大な事件爆弾を抱えているようにしか見えないんですが、危険信号ではないんですか？もしこれがアパレルやスマートフォンなら間違いなく倒産へのカウントダウンですよね。ですよね。しかし横川 CFO も明確に説明している通り、
この1644億円を売れ残りの在庫リスクと捉えるのは完全な誤読なんです。誤読？違うんですか？はい。この棚卸資産の大部分は、作りかけの装置、つまり仕掛かり品で構成されています。仕掛かり品、作りかけということは、まだ誰も買ってくれないかもしれない製品を見切り発車で作っているということですか？実はその真逆なんですよ。真逆。彼らは受注生産に近いモデルをとっています。つまりこの仕掛かり品は、すでに顧客から受注が確定している未来の売り上げを現在進行形で製造している状態のものなんです。なるほど。先ほど、製造に2年から3年かかると言いましたよね。ええ、言ってました。工場の中には常に来年納品される装置、再来年納品される装置が途中の状態で鎮座しているわけです。ああ、なるほど。私が少し前に出したオーダーメイドのスーツ屋さんの例えですね。あ、まさにそれです。店頭に既製品が売れ残っているんじゃなくて、裏の工房ですでに税金をもらって VIP 向けの超高級スーツを職人たちがフル稼働で縫い上げている。ええ。それが1600億円分あると、そういうことですね。全くその通りです。非常に的確なイメージだと思います。でも、専門家として教えてください。いくら売れることが確定しているといえですよ。はい。1600億円もの資金を作りかけの機械として工場に2年間も寝かせておくって、キャッシュフローの観点から見ると、企業の体力をゴリゴリ削りませんか？そう思いますよね。普通の企業なら資金繰りがショートしますよ。まさにそこが、この企業の財務の凄みなんですよ。と言いますと、1600億円の資金が寝ていてもびくともしない理由が 72.5% という極めて高い自己資本比率にあるんです。72.5% ですか？ええ。彼らは莫大な仕掛け品を抱えながら2年から3年という長い製造サイクルを回すためにですね、事実上自らが銀行のような強靭な財務基盤を持って自己資金でそれをファイナンスしているんです。自分たちで自分たちにお金を貸しているような状態ですね。そういうことです。さらに言えば、これだけ資金を固定化させながらも、期中に約120億円の自社株買いまで完了させているんですよ。いや、それは驚きです。これは将来のキャッシュインに対する企業としての絶対的な自信の表れと見るべきでしょうね。痺れますね。作りかけの在庫という言葉の響きに怯えるんじゃなくて、それが確約された未来の現金であり、それを支えるだけの銀行並みの金庫を持っているかどうかを見る。これが企業の真の貸せる力を評価するということなんですね。本当にその通りです。今回のディスカッションを通じて視界が非常にクリアになりました。情報源のレポートから私たちが引き出した最大の教訓は、企業を評価する際、現在の売上という表面的な数字だけを見てはいけないということです。はい。特に半導体や大型設備のような産業では、決算書に隠されたバックログ、つまり受注残や工場で動いている試作品に目を向けることで初めて、その企業が向かっている本当の未来の軌道が見えてくるんですよね。そうですね。変化の激しい業界であるほど、今日の成績表よりも明日の予定表の方がはるかに多くの真実を語ってくれます。なるほど。明日の予定表ですか？はい。今回のレーザーテックの決算は、表面的な横ばいの下で過去最大級のエネルギーが蓄積されているという企業分析における非常に優れたケーススタディだと言えるでしょうね。そうですね。さて、ここで最後に、今回のディープダイブから一歩踏み込んだ思考の種をリスナーのあなたに投げかけたいと思います。はい。今回、AI サーバーへの投資というあがいがたい波が、顧客に対して数年先の注文を前倒しさせるという異常な行動変化を引き起こしました。本当に異常なスピード感でした。もし今後、AI による技術革新のスピードがさらに加速し、あらゆる産業に波及していった場合、どうなるでしょうか。恐ろしいことになりそうですね。企業は今の需要を満たすだけではなくて、まだ存在すらしていない未来の需要を予測して、莫大な先行投資を費やられ続けることになります。私たちは今、現在の実需ではなく、未来の期待値だけで現在の莫大な経済が回るという資本主義の全く新しいフェーズに突入してしまったのではないでしょうか。非常に深い問いですね。もしそうだとしたら、あなたの今の仕事やあなたが属している業界の予約台帳には一体どんな未来が書き込まれているでしょうか。もしかするとすでにルールは変わっているのかもしれない。今の自分の業界に当てはめてみると、いろいろ見えてくるものがありそうですね。ぜひあなた自身のビジネスに置き換えて考えてみてください。
それでは今回の徹底解剖はここまでです。ありがとうございました。また次回、新たな情報源の奥深くでお会いしましょう。